皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、入院中に観察好きの私が気づいたことについてお話しいたします。テーマは、入院中の食事についてです。皆さんは、日頃から食事や間食などに気を配った生活をしていますか？塩分や糖分の摂取量は気をつけていますか？太らないように食事の量を気にされる方はたくさんいらっしゃると思います。でも、それだけで本当に自分に合った食事ができていると言えるのでしょうか？ということで、ここからは入院中の食事習慣で私が身につけたことや、退院後も気をつけていることなどをお話ししようと思います。実際、今、私の体重は順調に少しずつ落ちています。高かった血糖値の値も少しずつ落ちていますし、なんといっても嬉しかったのは、たるんでいた顎肉がきれいに落ちてきて、全然なかった首が少し見えるようになったこと。そのおかげで自分の首ラインが好きになったことです。自分の好きなところが増えると気分もすごく良くなりますよね。今回はこのようなことをお話ししますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。そして、本題に入る前に、少しだけお知らせを伝えさせてください。今、私のチャンネルの投稿欄、コミュニティ欄では、チャンネルを登録されている方であれば、自由に書き込みができるようになっております。よかったらぜひ、あなたの育てたお花の画像や、病気のことなど、自由に書き込んでください。お互い知らない者同士ですが、このような人とのつながりがあってもいいんじゃないかなと思います。みんなでいいねを送り合って、優しい温かいコミュニティの場が築けたら幸いです。ぜひそちらの方にも、お暇がありましたらお越しくださり、ご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。それでは、ここから本題に入っていこうと思います。あなたは入院した経験がありますか？あるという方は、入院期間中に何を食べて過ごしましたか？病院食だけですか？それとももっと美味しいものを食べましたか？間食はしましたか？ジュースなどの甘い飲料水は飲みませんでしたか？私が入院してみた限り、同じ病室に次々と入れ替わり入ってくる患者のほとんどが、病院食以外のものを食べたり飲んだりしていらっしゃいました。そして、そうした余分なものを食べている人ほど、病院食を残す傾向がありました。病院では、食後のたびに、お食事はどれほど食べられましたか？と聞かれました。そんな時、病院食を残す人は、表向きでは、ほとんど食べられなかった。あまり食欲がないと言います。でも裏では、病院食がまずいと、食べてないくせに言ったりします。そして、また隠れて、何かをどこかで食べていたり、コンビニの気になるものは、ほぼ制覇した、などの、変な武勇伝を部屋で自慢したりします。確かに、コンビニには、どれもこれも美味しそうなものばかり並んでいて、病人じゃなければ、私だって、一度はいろいろ食べてみたいと思ったことがあるけれど、さすがに入院している身で、それをしてしまう勇気は持てないと思う。また、病院食を毎回全部食べて、さらに間食も毎回とっている人も結構いました。こういう人は、食事の量を聞かれると、全部食べましたと明るくおっしゃる方が多いです。そして大体の方が、表裏もなく、病院食、美味しいね、とおっしゃっていました。しかし、他にもお菓子と甘いジュースも飲みました、と、馬鹿正直に答える人はいません。そして、その間食、飲食は、ほぼ毎日ルーティン化してしまっている感じです。私は、入院する際、病院食以外食べたらダメという制約があったので、それ以外食べませんでしたが、その制約がなかったら、やっぱり間食を楽しんでいたと思います。退屈な入院生活の、ちょっとした気晴らしにもなるだろうし。だけど、結論から言うと、入院したら、病院食だけで過ごした方が、圧倒的に自分のためになるということ。病院食以外のものを食べる人、
繰り返す人には共通する特徴があることに気づかされたんです。まず、甘いものを過剰に摂る人は、鼻や喉に慢性的な疾患を持っている人が多い。鼻水を何度も噛んだり、咳を何度もする人が多く、それを自覚できていない人もいたりします。いびきもかく傾向が高い。以前の私も、しょっちゅう蓄膿になったり、いつも鼻水を噛んだりしていました。いびきもすごかったんです。そして、病院食がまずいという人は、多分だけど、味が薄いのが嫌で、濃い味を好む人だと推測するんだけど、こういう人は、痛み止めなど、本来、飲まなくてもいい薬を常に服用しているみたいでした。常に服用というのが、私が気になった部分なんです。あまり間食をしないけど、塩分を好む人も、しょっちゅう、痛みを訴えていたような記憶があります。やっぱり、病院食が美味しくないと、その人も言っていたかな。そして、病院食だけを食べて過ごした、真面目な私は、というと、先ほども言ったように鼻の疾患がなくなって、喉が詰まっているような感じも消えました。鼻呼吸も楽にできるようになりました。味が適度に濃い方が好きだと思っていたけれど、薄味の方が好きだということが分かり、薄味の方が素材の複雑な味わいを感じることができて、脳が刺激されるのか、食事への満足度が早く、あまり食べなくてもお腹いっぱいになるようになりました。それから自分の体には合わないという食材を見つけることができました。私の場合は、バナナが体に受け付けないみたいでした。バナナを食べると、胃液が上がってきたり、お腹にガスが溜まって苦しくなったりしました。お腹にガスが溜まりやすい食材はいろいろありますが、私の場合はバナナと牛乳だけみたいで、他の食材はあまり気にせずに食べても大丈夫そうだと分かりました。それから入院中はあまり食欲がなくて、ご飯を半分食べるのがやっとだったけれど、退院してそれなりに食べられるようになった今でも、いつもご飯は少なめの量で食べています。ご飯は普通に食べても大丈夫とか、糖質オフであまり食べない方がいいとかいろんな情報があるけれど、ご飯の量に関しては、本当に人それぞれで、自分に合った量を自分で見つけるしかないと思います。それから、まだあるんですが、しつこいでしょうか。まあ、もしかしたら誰かにとって、有益な情報かもしれないし、お伝えしますね。退院したら食べたいと思ったのが、ラーメンだったのですが、ラーメンを半玉食べて、スープを3口くらい飲んだら、次の日、きれいに痩せてきていた顎肉が、またついていて、顔がだるんと面長になってしまっていました。これを見たとき、私はかなりショックを受けました。たった1日で顔が変わる。そして私は、この面長のたるんだ顔が思っていたよりも嫌いだったんだと、その時知りました。それからは極力、塩分も控えるようになりました。塩分って、すぐに体がむくみます。だから、日頃から自分の塩分摂取量が分かっていたら、何が原因でむくむのか判断がつきやすくなります。次からは、その食材は、控えめに食べるようにすればいいんです。例えば、おでんの汁や練り物、塩の効いた焼き魚などです。でも、料理するときに塩分量なんて、毎回、測りませんよね。めんどくさいもん。なので、病院食だけを食べて、それに口を慣らして、味覚と視覚で調整するといいんです。塩分だけじゃなくて、糖分、味の濃さ、食事の量なども、病院食を基準にするんです。病院食は、味、量に完璧なスペシャリストが作る食事です。それを真似て、あとは、自分がどこまで合うか、どこが合わないかを自分の体で見極めればいいだけです。これなら、結構簡単に、自分に合う健康的な食事を、毎回とることが可能になります。ということで、規則正しい食事と正しくない食事の比較、考察を、今回は書いてみました。あくまで、これが全部正しいわけではないと思いますが、今回の話で、
ここは気になると思うところがありましたら、ほんの少し気にかけていただけたらなぁと思います。私は、この病気になって入院して、食事が体にとっていかに大事かを知ることができました。死にたいと思っていたって、そうそう、すぐには死ねないし、その前に痛みが辛くて、病院に行ったら、すぐに治療が始まるから、やっぱり簡単には死ねない。だったら、初めから食事に気をつけて、健康に過ごした方が、痛いより、よっぽどマシだと思う。なので、今、健康な皆さんには、このまま健康でいてもらいたいから、食事も、せめて暴飲暴食はあまりしないでねって言っておきたいです。ということで、今回はここでおしまいです。ここまで見ていただいた方、最後までご覧いただきありがとうございました。いつまでもお元気で、楽しくお過ごしくださいね。それでは、また。